チートのステータス速報。ジャスパルと申します。デカ盛り料理ウィークボリューム1にて生息が確認されたクチートのステータスが判明したようなので、皆さんと一緒に確認していきつつ解説考察していきたいと思います。なお解禁初日の情報であるため間違っていることなどあるかもしれません。その場合補足訂正を概要欄コメント欄に追記いたします。ご了承ください。専用スキルとなる怪力バサミ食材セレクト S を持つクチートなんですが、過去の通例を打ち破るステータスとなりました。そしてなんとレノンクスポケスリ攻略ツールさんではすでにクチートのスキル確率、食材確率の分析が終わったようなので、動画の最後にスキル確率や食材確率についても触れたいと思います。レノンクスさんマジで仕事早すぎますね。そんな大人気ポケモンクチート参ります。ということでクチートのステータスこちらとなったようです。鋼タイプの食材が得意なポケモンでした。まさかの食材タイプ。ここが通例を打ち破ったポイントとなっています。これまでも私の動画ではちょこちょこと触れてきたんですが、ポケモンスリープではこれまで新スキルを持ってくるポケモンは全てスキル得意のポケモンっていうちょっとした通例のようなものがあったんですよね。今回は新スキル怪力バサミ食材セレクト S と専用スキルを持ってきたクチートだったんですが、食材得意のポケモンということで、これまでの通例とは違ったアプローチのポケモンとなりました。ポケモンスリープ予想を裏切るというか予想を超えたアップデートをたくさんしてくれているので、今後もこういう過去の事例からは読ませないポケモンだったりイベントたくさん実装してほしいところですね。まあ食材セレクトそのものはすでに世にありますので、今回が例外と言われれば納得はしてしまうんですが、何にせよ食材にめちゃくちゃ特化したスペックとなることは間違いないかなと思います。クチート基礎手伝いスピードは53分20秒3200秒となるようで、なんとドンカラスと同速です。鋼タイプのベリブの実は1個あたりの木の実エナジーがドラゴンタイプに次いで高いので、お手伝いスピードが遅くなりそうなイメージだったんですが、そんな中ではかなり頑張っているスピードかなと思いました。そして肝心の食材ですが、第1食材ピュアなオイル、第2食材若草コーン、第3食材杏仁トマトとなったようです。デカ盛り料理ウィークのキービジュアルでは目の前に大爆発ポップコーンを置いていたので、コーンのポケモンなんじゃないかとか予想したりもしたんですが、まんまオイルコーンとなりましたね。画像でこのようにちょっとした考察要素も入れてくれているっぽいので、今後の考察に役立てたいななんて思います。なおネギの料理も多いんですが、それはミスリードだったということなんでしょうかね。そんなわけでメタモン、グレッグル、ウッウに次いで4体目となるピュアなオイルが第一食材のポケモンでした。オイルのポケモン無進化ポケモン多いですね。みんな個性がある分ゲットしづらいのが特徴といったところなんでしょうか。コーンを集める食材ポケモンとしてはラピス以前でゲットできるのはキワワーに次いで2体目となります。やっぱり本格的に厳選するならラピスまで行ってからねって感じで、ゲットの難易度を上げてラピスラズリコハンっていうフィールドの個性を守りたいみたいな、そんな意図を感じなくもないですね。杏仁トマトはなんでなんでしょうね。鋼タイプなのでオイルはなんとなくイメージに合う気がするんですが、何か元ネタだとかクチートの生態に詳しい方は教えていただけたらなと思います。それではここからは専用スキルとなる怪力バサミ食材セレクト S について見ていきます。怪力バサミで選ばれる特定の食材はクチートが集めるオイル、コーン、トマトに加えてほっこりポテトを含む4種となるようです。単体で若草サラダが完結できそうな性能をしていますね。ドンカラスの強運でも食材は4種だったので、食材セレクトは基本的に食材4種から選ばれるってことになるのかもしれません。スキルレベルは最大7で、レベルごとの集める個数は強運と同じレベル1から順に5、6、8、11、13、16、18個となっております。で、強運はこれに加えて夢のかけらが選ばれる可能性があったんですが、怪力バサミは時々追加で食材をゲットするということで、その効果が発動するとシンプルに倍の量の食材を集めることができるようです。レベルマックスの7であれば一発でコーン36個とか集められるかもしれないと。これ結構はちゃめちゃですよね。これをスキル得意のポケモンに持たせちゃいけなかったのかななんて思ってしまいます。
どの程度の確率で追加の効果が発生するのかは今後の検証待ちとはなるんですが、同じく時々追加で効果が発生するものとしてブラッキーの月の光が 50% に近い確率、46% ほどで追加効果発生するみたいなので、結構頻繁に発生してくれそうな気はしております。やっぱりスキルのポケモンには持たせちゃいけない内容だったのかもしれませんね。ドンカラスの時点ですでにスキルレベル7の時の食材集め能力は食材ポケモンのレベル60に匹敵するかそれを上回るほどだったので、クチートがもしスキルのポケモンなのであればレベル20とかの時点で食材ポケモンのレベル60を大幅に上回る量の食材を集められることになりそうなので、これはこれで納得といったところでしょうか。そんなわけでオイル、コーン、トマト、ポテトの食材セレクト怪力バサミでした。戻って基礎ステータス、最大所持数は17個です。スキルポケモンのドンカラスが同じスピードで最大所持数23個あることを考えると、結構所持数は埋まりやすいポケモンなのかもしれません。ドンカラスは多い方なんですけどね。最近進化後のポケモンをゲットしたとしても最大所持数が進化させた時と同じになるアップデートが入りましたので、所持数17個は多いとは言い難いんですが、メタモンもドクロッグもウッも別段所持数が多くはないので、オイルのポケモンとして見ると平均的なのかもしれませんね。レントラーが最大所持数31個なんですが、彼はオイル第一食材ではないのでまた別の話でしょうか。なおゲットするために必要なフレンドポイントは16。ここはこれまでの無進化ポケモンの通例通りとなりました。ここを打ち破ってくれてもいいんですけどね。しかしながらフレンドポイント16の実力を存分に見せつける非常に食材特化な新たなオイルの選択肢となったのかなと思います。ライバルのウは現環境最強格ですし、メタモンもスキルコピーで実質何でもスキルが使えるので、オイル第一食材の無進化ポケモンは最低このくらいのスペックがないと評価されないというのはありそうですね。オイルは現状サラダにしか出番らしい出番がなく、数もめちゃくちゃ必要というわけでもないので、超食材特化のクチートは今後の環境がどうなるのか、オイルの扱いがどうなるのかによって評価が大きく変わるかもしれませんね。ただしスキルまで特化させた時の食材集め能力は半端ではなさそうなので、数年後でも現役で戦っていそうな非常に面白いポケモンだろうなと思います。そんなスキルまで食材に特化したオイル第一食材の食材ポケモンクチートでした。今後ね、怪力バサミがカイロスとかにも配られてほしいですよね。本家ゲームではカイロスも怪力バサミという特性を持っています。クチートとは食材被ってはないので、やってくれたらカイロスファンは嬉しいでしょうし、クチートもカイロスもメガ進化を持っているポケモンなので、レジェンズ ZA やポケモンチャンピオンズなどで今再びメガ進化が盛り上がっているポケモン界隈、彼らの続報にも期待したいところです。ということで、ここからはレノンクスポケスリ攻略ツールさんで分析が完了したクチートの能力見ていきたいと思います。クチート、食材確率 20.40%、スキル発動率 3.80% となったようです。お手伝いスピードが5分300秒遅いメタモンが食材確率 20.10%、スキル発動率 3.60% となっているようなので、メタモンよりはふんわり強いっていう感じのステータスとなっていますね。やっぱりメタモンはレベル60にネギや尻尾を持っている分能力控えめっていうような調整に見えます。ちなみにオイルを集めるポケモンたちざっくり並べてみました。左からメタモン、ドクロッグ、レントラー、そしてヒーラーのサーナイトです。食材のポケモンたちは食材確率アップ M を持たせてあり、全員レベル60、睡眠時間9時間3食付きです。メタモンよりはふんわり強いので、だったりドクロッグに近いくらいの食材力となるのかなと思います。そこにスキル怪力バサミの分が加わるので、実質ドクロッグ超えって感じになりそうですかね。スキル期待値は無補正ヒーラー込みで1日2回前後って感じになるでしょうか。そんな感じのクチートなんですが、皆さん的にはいかがでしょうか。今回はオイル方向での比較となったというか、コーンはキテルグマもカイリュウもバケモンなので、採用するのであればオイル狙いの AA 個体とかが欲しくなりそうな気はするんですが、しかしながら怪力バサミにもかなり特徴があるので、ちょっと能力の比較は計算ツールの整備が整ってから行いたいところですね。スキルレベルを上げてこそ進化を発揮する系のポケモンな気がしないでもないので、ぜひ皆さんの評価や意見感想何でもコメントしていただけますと幸いです。そんなクチートのステータス速報でした。
いやー、また面白いポケモンが登場しましたね。本当にこういった過去のポケモンたちとは絶妙に差別化して、インフレをうまい具合にマイルドにするっていう調整、お見事だなと思います。今後ね、EX モードでは鋼タイプの食材番長としてもお呼びがかかりそうなので、マジで評価激ムズな気がしますね。何にせよ今後の料理環境次第とはなりそうなんですが、若草 EX で大暴れしている姿も想像つきます。もしね、メガクチートが来たらさらに化けそうですよね。非常に楽しみです。ということで、ここまでご視聴いただきまして誠にありがとうございました。お相手パルでした。よろしければ動画にグッドを押していただけますと動画制作の励みとなります。いつもたくさんのグッド本当にありがとうございます。それではデカ盛り料理ウィーク、各々の目標が達成できることを祈っております。クチートとの素敵な出会いもありますように。また次回の動画でお会いいたしましょう。またね、バイバーイ。